フィンランド・ヘルシンキのとある夜、眠気まなこをこすりながら見ているのは映画かもめ食堂。ヘルシンキで絶対見ようと決めていたこの映画、前に見た時よりも言葉が深くまで届いたり、交わされているフィンランド語が耳なじみのある響きに感じたりして面白いです。よし、明日はかもめ食堂を巡るお散歩に出かけよう。次の日の朝、かもめ食堂の後をたどる日の朝にコーヒーは欠かせない。コピルアックとはちょっと恥ずかしくて言えなかったので、ただコーヒーの真ん中にくぼみをつけただけになりました。さて、お味は？割と美味しく入れられたので、おまじないが効いたということにしておきます。今日も京都で自転車に乗って、初めは新鮮に感じていた風景も、今は日々の生活の中の一部として馴染んできている気がします。最初の目的地に到着しました。日本語のメニューも。映画かもめ食堂の舞台となったこちらの食堂、店内には映画のポスターやサインなどもあって、至るところで映画を感じることができます。何よりも劇中でも登場していたおにぎり、迷いに迷いましたが、やっぱり今日はせっかくなので北欧おにぎりセットにしてみました。お味噌汁もだし巻き卵もお漬物も全部が嬉しく感じます。素朴な味わいでちゃんと日本のお味噌汁、美味しい。食べやすい向きに変えて、だし巻き卵も絶妙な甘さ加減で思わず一人笑みがこぼれました。そしてお待ちかねのおにぎり、味はトナカイ、鮭、ツナマヨで、まずは気になっていたトナカイから。ほんのりと生姜が香る佃煮風に味付けされていて、日本人好みでとっても食べやすい。何よりこのちゃんと日本のお米で握られた程よい塩加減のご飯と海苔がたまらない。最近日本食シックだったので、思わず涙がにじんできそうなほどでした。編集している今でももう恋しいです。あっという間にペロリと完食しました。おにぎりってお腹の底からあったかくなって、なんだか映画かもめ食堂そのものみたい。食後は店内にあるグッズたちをちらりと見て回ります。訪れた人たちが自由に書き込めるノートもありました。私もせっかくなので記念に書いていこう。その後は街をぶらぶらと散策しながら次の目的地へ向かいます。ここ可愛らしいお店だなと思ったら、ちょうど気になっていたフローズンアイス屋さんでした。聖ヨハネス教会が見える公園横のテラス席、気持ちよさそう。でも今日はかもめ食堂の日なので、またのんびり来ることにします。アカデミア書店に到着しました。フィンランドの巨匠アルバ・アールトが設計したこの書店、その2階にあるカフェ・アールトが
物語の冒頭、幸恵さんとみどりさんが出会って2人がガッチャマンを歌うシーンの舞台となっています。あの時のみどりさんの不安げな表情がフィンランドに来たばかりの私と少し重なりました。書店の天井から柔らかに差し込む自然光がなんだか綺麗。たっぷりとした大きめのカフェラテがとっても美味しく感じました。しばしここで日記を書くことに。時々書店の方を眺めたりしながらのんびりとした時間を過ごすことができました。何やら本でできたオブジェのようなものを階段の途中で発見。好みです。多分これが幸恵さんが泳いでいたプールです。もう絶賛改修中。めちゃくちゃ改修中です。来たかった。来年の1月のオープンを目指しているそうなので、リニューアル後に期待です。少し歩き疲れたので、のんびり一休みが得意なフィンランドの人たちに倣って私もちょっと休憩。ぼーっと空を眺めながら好きな音楽と朗読を聞いたりしていたら、なんだかちょっぴり感傷的な気持ちになってしまって、でもなんだか随分とすっきりとした気持ちにもなりました。ここにあるものは限られているけれど、その分自分の内面に目が向いていくよと教えてくれたヘルシンキで出会ったうちなんちゅの兄さんの言葉をふと思い出します。なんだか思いっきり汗をかいて水に浸かりたくなって、気づけばサウナに足が向いていました。気になっていたロウリュ。サウナの匂い。なんと事前に予約が必要なことを忘れていて、今日は断念することに。潔く諦めて最後の目的地まで海沿いをとことこ歩いていきます。時々寄り道をしながらたどり着いたのは、フィンランド湾に面するフィンランド最古の公園、カイボプイスト公園の中にあるカフェウルスラです。物語の終盤、4人がこのテラス席で夏の太陽の日差しを浴びながらアルコールを片手にのんびりと海を眺めるシーンを思い出します。今日はちょっぴり曇っているけれど、遠くに浮かぶヨットも見えました。とっても暑かったので、私はアルコールではなくアイスクリームを。ダークチェリーとチョコチップのアイスクリームだったかな。これとっても美味しかったです。最初ガラガラに空いている店内で食べていたのですが、夏の冷房がないフィンランド、ほとんど蒸し風呂状態ですぐにテラス席に避難しました。日差しが暑くても風はひんやりとしていて涼しいフィンランド。のんびり夏の空気を楽しみます。見えるかな。見えるか、ギリギリ聞こえるかな。今日一日かもめ食堂の聖地巡礼、ロケ地巡りをしてきました。昨日の夜かもめ食堂を見直して、でもやっぱヘルシンキで見るとなんだろう、普段見てるその景色が映画の中を駆け巡っていて、なんだか不思議な気持ちになりました。聞こえてくるその言葉とかもちょっと最近耳に馴染んできたような感じの言語というか、フィンランド語が画面の中に映っていて、日本で見た時とは違う感覚になりましたね。あとやっぱり胸に響いてくる言葉も、やっぱり映画ってその時自分が
見たいように解釈するからかもしれないですけど、その時の自分に必要な言葉がこう深く響いてくる感じがすごく良かったです。で、かもめ食堂が本当に良かったです。こっちに住んで2週間3週間ぐらいになるんですけど、もう本当に日本食が恋しくてなんか最初はこんなになると思ってなかったんですけど、全然もうお米食べたいしっていうもうそういう人にとってはちゃんと日本食だっていう、ちゃんとお米だっていうのを食べられるので、もうめちゃくちゃありがたい幸せな場所でした。なんだろうな、今回映画見て心に残った言葉、でもちょっと正確なセリフ覚えてないんですけど、みどりさんがやっぱりどこに行ったって悲しい人は悲しいんですねっていうのがすごく胸に刺さりました。あと荷物がロストバゲージしちゃった雅子さんが主人公幸恵さんに困りますよね、大事なものいっぱい入ってますもんねって言われた時に、ふと大事なもの何か入ってたかしらってこう考えるシーンがあって、それがすごい私も大事なもの何か入ってたかなってちょっと考えたりしました。あとね、みどりさんがぼーっとするのって結構難しくないですか？この国の人はどうしてこんなにゆったりのんびりしているように見えるんでしょうかって言ったら、トンミ・ヒルトネンが森がありますって言って、そしたら雅子さんがふとスクッと立ち上がって、森に行ってきます、ごちそうさまでしたって言ってお店をバッと出るシーンがあるんですけど、そこがすごく好きでしたね。私も森に行きたいって思いました。改めてやっぱりハッとする言葉がたくさん散りばめられている映画なんだなっていうのを見返して思いました。最初見た時はね、なんかすごくこうくすって笑ったりとか、なんかすごく心の底からお腹の底からこうあったかくなるような感じ、じんわり優しい映画だなと思ったんですけど、今回見返したら結構刺さるじゃないけど、主人公幸恵さんの大丈夫ですよ、なんとかなりますよっていう背筋の伸びた感じとか、すごくこう救われるものがあるじゃないですけど、柔らかな映画だけどなんかすごく強い映画なんだなっていうのを感じました。いやー、言葉にすると難しい。今日一番のハイライトはもちろんかもめ食堂のおにぎりもそうなんですけど、かもめ食堂からどこだろう、ロウリュに向かうところかなで自転車置き場を探してたんですね。そしたら偶然ヘルシンキの街中ど真ん中の公園を通りかかって、そしたらみんな本当降り注ぐ日差しの中で芝生の上に寝転がってのんびりしたり気持ちよさそうにしてて、なんかふと私も立ち止まってみたくなって、タオル引いて寝っ転がってただ空をボケーっと眺めてる時間が一番なんか良かったですそこでちょっとなんか聴きたくなった音楽とかあって、音楽というか詩というか、それを聴いてなんかいろいろ考えたり、街じゃなくて自然を、空と木だけをこうぼーっと見上げてる時間がすごく良かったです。その時聞いてたのが星野道夫さんの旅をする気、以前も本の紹介でご紹介したことがあるかなと思うんですけど、はるか中村さんとその星野道夫さんの旅をする気の朗読のコラボの、動画なんですけど、それをこう流してぼーっと自然を、ヘルシンキのフィンランドの空と木々の揺れる様を見ていたら、なんかすごく不思議な気持ちでしたね。言葉の一つ一つがこうスッと入ってきて、いつもより濃くこう感じられて、
なんだ、もっとたくさん好きな言葉を持ってくればよかったなって、宮沢賢治の本とか読みたい本いっぱいあったのになって、ちょっと Kindle 買ってくればよかったなって後悔しましたが、でも今ね、文明の利器があるので、青空文庫とか読みたいと思えば言葉は手に入る。いつでもそういういつもいる場所じゃないところから角度を変えて見れる時期なのかなと思うので、そういうこともいっぱい吸収していきたいなってなんか思いました。今日ぜひ皆さんももし旅とか旅行先とかいつも違った場所から自分の好きなものとかをもう一度見直してみると、さらになんか違う発見があったりするのでおすすめです。今回も最後まで見てくださりありがとうございました。よかったらコメント、高評価お待ちしておりますので、ぜひ些細なことでもいいのでコメントくださると、リアクションくださるととっても嬉しいです。これからもフィンランドの空気を、風をお届けしていけたらいいなと思うので、まだ登録されていない方はぜひチャンネル登録もしてお待ちいただけると嬉しいです。それでは今回も最後まで見てくださりありがとうございました。また。よいしょ。Glad you're home. Will you stay with